はい、では場合の数の順列、隣り合わない並び方と辞書式の配列について、解説をしていきます。問題の1番です。男子6人と女子2人が1列に並ぶとき、括弧1番、列の両端に女子が並ぶ並び方は何通りありますか？括弧2番、女子が隣り合わない並び方は何通りありますか？という問題ですね。まず男子6人と言われたら、通常はね、顔も性格も違うわけですから、名前をつけて区別します。ね、見分けのつかない同じボールが6個あるというのとでは違うわけですよね。顔も性格も違うので区別するというふうに考えてください。女の子2人も同様ですよ。では、括弧1番ですけど、考えやすくするために男の子を今丸で表しましょう。女の子は四角で表すことにします。ね、そうすると、この問題文に合うような丸と四角の並べ方はどういうふうになるのか。これはこういうふうになりますよね。両側に女の子が来て、間に男の子が並ぶわけですね。それじゃあね、このすべて椅子としましょうか。両側に四角い椅子があって、間に丸い椅子があって、ね女の子たちはどうぞ四角い椅子に自由に座ってください。男の子たちは丸い椅子に自由に座ってくださいというふうに勧められたと考えましょう。で、決め方ですけれども、両端に女子ってね、制約をつけてますから、まずそこから考えましょうね。そうすると右側でも左側でもどちらが先でもいいんですけど、じゃあ、左側からね、女の子の座り方、当然これ2通りですよね。なので、2通り座り方がありますよと。じゃあ例えばこの椅子に、G さんが座ったというふうにします。そうすると残りの椅子はもう H さん一通りですよね。決まってくるということですね。で、次、丸い椅子の並び方ですよね。丸い椅子には A 君から F 君までが自由に座れるわけです。最初の丸には6人の誰かが座るので、6通りの座り方がある。ねで、この最初の丸い椅子に例えば今、B 君が座りました。そうすると2番目の椅子はね、これはその残り5人が自由にまた座れるわけですから、ここ5通りの座り方ありますよね。で、ここで誰かが座ったら、あと残り4人男の子いますから、4通りの座り方、3通り、2通りというふうに順次1個ずつ減っていけばいいんですよね。座り方もね。このようになっていきますよね。で、例えばこの女の子2人の座り方に対して男の子最初の椅子に座る座り方が6通りそれぞれあるわけですから、ここ掛け算ですよ。で、この椅子に誰かが座ったそれぞれに対して残り5人の座り方が5通りあるわけですから 5倍ですよね、さらにね。なのでこの間の数字は全て掛け算が入ります。ね、で、よく見てください。この間の6から1までの掛け算。これって記号で表せましたよね。6の階乗っていうのありましたよ。ね、で、この両側の 2×1、ね、これも2の階乗で表せましたよね。で、さらに言うと、これっていうのは6個の中から6個選んで並べると考えられるので、6P6 という書き方もできました。同じように 2P2 というふうに書き表すことができるということでしたね。はい。では実際に答案に移りましょう。この P の記号ですけど、これ無理に、ね、使う必要はありませんからね。使ってもいいし、使わなくても結構です。で、それではね、回答に移りますね。まずは男子の並び方が6の階乗通りありますね。この間の丸い椅子の並び方ですよ。で、次に女子の並び方は四角い椅子に座っていく並び方ですから、2の階乗通り。ね、で、それを最後掛け合わせたものが座り方の合計であると
答えは1440通りと出てきますね。はい、2番に行きますね。女子が隣り合わない並び方。ね。最初は一緒ですよ。名前をつけて、男の子は丸、女の子は四角で表します。じゃあ、隣り合わない。どういう風な並び方。ね。実際、書いてみたりするといいかもしれませんね。例えば、たまたま男の子がこの順番でね、並んでいたとします。で、G さんと H さんは隣り合ってはいけませんから、A 君と B 君の間に G さんが入ったら、H さんは、他の男の子の間、あるいはこの両側に来なければいけないわけですね。そうすれば、隣り合わないくて済むということです。なので、女子が隣り合わない並び方というのは、男の子をまずね、並べて、で、両端または間に女の子が並べば良いねという考え方をすればいいわけですね。はい、まずは男の子が並ぶ椅子を用意します。ね。で、この間または両端に女の子が入っていけばいい。ね。じゃあまず女の子にどこに入るかを決めてもらいましょう。1番から7番まで番号を振っておいて、ね。それぞれ1番から7番の中から1つずつ番号を選んで入ってもらう。ね。例えばG さんが3番、H さんが7番を選んだということであれば、こういうふうな、ね、並びになるんですよね。もちろん、他の番号を選べば他の並び方になるわけです。ですので、G さん、H さんの2人が、ね、7個の番号から1つずつ順番に選んで、入っていく、並んでいくというふうに考えますから、その入り方は 7P2 通りですよね。表すことができますよね。7P2 という記号で表すことができます。で、あとこの6個の丸ですね。ここに男の子たちが自由に座っていけるわけですからね。座り方は6の階乗通りありますね。6通り。例えば A 君がここに座ったら、次は B 君から F 君までがここをね、誰かがここに座るわけですから5通り。というふうに5通り、4通り、3通りというふうになっていきますので、6の階乗通りありますよね。ということは、求める並び方は、どうやって求めるかというと、ね、6の階乗かける 7P2、ね、これで求まるということになりますね。答えは3240通りということになります。はい。では問題の2番です。MOZART の6文字を全部使ってできる順列。これをさらにアルファベット順の辞書式に配列するとき、次の問いに答えなさいという問題なんですね。考え方としてどう考えるのか。まずはこれね、前半と後半の部分に分けて考えましょう。前半部分、今青い線が出てきたところですね。6文字を全部使ってできる順列。だからこの6個の文字を自由に並べ替えていいよということなんですね。例えば、OZMART、TOARMZ、こういうふうに並べ替えてもいいわけですね。TAORMZ。大事なのは、そういう単語があるとかないとか気にしないで、自由に並べ替えましょうということなんですね。で、さらにこの後半部分、それを辞書式に配列。どういうことかというと、ね、辞書に現れる順番ですね。君たちが使っている辞書で順番に並んでますよね。あの順番に出てくるようにしてくれということなんです。じゃあこの3つの文字で言えばどういう順番になるのか。まず一番左側に来ている O と T なんですけど、アルファベット順で言うと、O の方が後に来ますよね。なので、これが一番最後に来ますね。この3つで言うと。じゃあこの2つ、残り2つはどっちが先に来るかわかりますか？
こういう順番ですよね。2番目に来ている文字が A と O なんで、ね、この TAORMZ が先に来ます。こういう並び方を辞書式に配列というふうに言うわけですね。そうすると、この6個の文字を並べ替えて一番最初に来る文字、なんだかわかります？まあ、一番最初に来るんですから、6個の文字を純粋にアルファベット順に左から書いていけばいいんですね。AMORTZ というふうになります。じゃあ2番目は何が来るかわかりますかね。この一番右側を入れ替えるんですよ。ね、それが右側に来ます。2番目に来ますね。AMORZT となりますね。じゃあ3番目は3番目はこの3つの文字を並べ替えたときに、一番最初に来るのが3番目となりますね。AMOTRZ、ね。で、こういうふうにしてどんどん並べていくんですね。そうしたら、一番最後に来るのは何番目の文字列だと思います？これ6個の文字を並べるんで、6個の文字の並べ方だけ、あるはずですよね。ということは、6の階乗通り、つまり720個ありますから、最後に来るのは720番目です。720番目の文字の並び、わかりますか？これは、ね、1番目に書いた文字列の全く逆の順番に並べ替えたものになりますよね。はい。で、これの中で、例えば、括弧1番は、これ、モーツァルトですね。MOZART。これが何番目に来ますかということなんですね。この1番目から720番目まで並べ替えた時の何番目あたりにこのモーツァルトの単語が現れますかって聞いてるわけです。非常に考えにくいですよね。ですので、考えやすくするために、数字を当てはめます。左から1、2、3、4、5、6と割り振ります。ね。そうすれば、我々数字の方がやっぱ考えやすいんですね。順番を考えるときは、ね。だからこの順番で考えることにします。ですので、1番目の問題であれば、このモーツァルトに割り振った236145、ね。この236145が123456から数えて何番目に現れるかということを考えればいいよねということなんですね。はい、そうすると、これはまず6個の枠ね、用意しましょうね。順番に入れて6桁の数を考えます。はい、これで準備は整ったということですね。はい、では実際に問題を解いていきます。236145、この数字が123456から数えて何番目に来るのか、これを考えればいいという話でしたね。まずは6桁目に1が来るとき、これ考えましょう。ね、なんでかというと、6桁目に1が来たら、後ろの5個の枠の中にどんな数字が来ても、結局236145よりは先に来るはずですもんね。なのでまとめて、何パターンあるか数えましょうということです。23456の並べ方を考えることになりますので、5の階乗通り、つまり120パターンあるってことですね。はい。では次に6桁目に2が来るときですね。この時は5桁目に来る数、これに注目しましょうね。そうすると、1が来た時を考えます。1が来た時は、これもやっぱり236145よりは、ね、後ろの4個の枠の中にどんな数字が入っても先に来ることになりますから、これもまとめてカウントできますよねと。したがって4の階乗通り、24パターンあるんですね。次、ですが、この5桁目、2は来れませんね。もう2はここで使ってますので。そしたら何が来ます？
3ですよね。3が来て、で、今度は4桁目に入る数。ここに入る数は、まずは間違いなく小さいものをね、ゲットしていきたいので、ここに入る数、1、4、5のいずれかが入れば、まあ絶対236145よりは先に来ますね。そのそれぞれに対して、この3パターンのそれぞれに対して、残り3つの数字の並び方ということですから、3の階乗通りですよ。ね。したがって、3×6 で18パターン考えられるということです。そしたら今度はここに6が来たときですね、4桁目に。どういうふうに考えるか。で、実はこの5桁目に3が来たときで、すでにね、231456から235641まで、考えてるんですね、これ。この5桁目に3が来た時の一番最初に来る数字、これが231456ですよね。で、一番最後に来る数字、これが235641です。ね。このちょうど下4桁が逆の順番になってますよね。で、いよいよ4桁目が6になった時に一番最初に来る数字ですから、それは236145になりますね。なので、それがもうこの求めたい数字の並びになっていますから、ね、この一通りで、到達したと、ね、236145についたということですね。ですので答え、何通りあるかというと、163通りありますよということです。はい、では、303番目の文字列が何かを考えますよ。ね。でも考え方は一緒ですね。123456から数えて303番目の数が何か。ね。これを考えます。まずはね、6桁目に1または2が来るとき、これはね、まとめて、数えちゃいましょう。なんでかっていうと、後ろの5桁にいろんな数が、ね、入ったとして、それぞれ、5の階乗通りの並べ方がありますよね。合わせると240パターンあります。でも求めたいのは303番目なんで、まだまだですよね。これ、今数えたのは一番最初に来る数字、ね、ナンバーワン。これが123456なんですね。で、一番最後に来る数字。これ、もちろん6桁目に2が来る中で一番最後に来る数字ね。これが265431です。この数が240番目に来ているっていうことなんですよね。で、さらにここから303番目は何が来るのか、ね。これを考えなきゃいけないんですよね。はい。ということは残り63個。ね。ここから63番目を考えることになります。ですが、6桁目に1つ数字決めたら120パターン出てきますので、もう6桁目は3で決まりですね。はい。で、次に5桁目に何が来るか。これ考えましょう。そしたら、まずは1または2が来るとき、ね、まとめて考えます。そうすると、後ろの4桁は、1が来たときはね、2456が並べられますので、4の階乗通りありますよね。で、2が来たときも同じように、今度は、1456の並べ方ですから4の階乗通り、ね。で、合わせると、これは48パターンあるんですよね。だから63から48を引くことになりますので、残り15パターンということです。そしたら今度はもう5桁目は4で決まりですよね。なんでかっていうと、一つ、5桁目に1つの数字を入れて、残り4桁の枠を自由に並べ替えると、24パターンありますからね。もう15しかありませんので、もう4で決まりですよね。
そしたら次、4桁目に1が来た場合、ね、小さい順に考えましょうね。どうなるか。そしたらこれ、6個の数字のうち3つ、もうね、使っちゃいましたから、256の並べ方をカウントすることになりますよね。そしたらこれはもうね、6通りしかありません。はい、そうすると、今度は2が来たとき、同じように考えましょうね。やっぱり6通り。これで合わせて12パターン、ね、出てきましたよ。ね。ということは、15-3の階乗 ×2 で、あと3パターン、近づいてきましたね。はい。ということは、これ、4桁目に来るのは、ね、5で決まりですね。3、4、5が使われてますので、残り1、2、6を並べていくわけです。もうあと3パターンですから、小さい順番に、並べていけばいいですね。そうすると、126、162で216と、この216の時がちょうど303番目ということですね。ということは、303番目の数は345216と分かります。で、もちろん最後に、文字を変換してやんなきゃいけないですね。3は O とか、4は R とかっていうふうに、戻してやらなきゃいけません。で、戻すと、ね、ORTMAZ ということがわかるわけですね。はい、練習問題です。ぜひ解いてみてください。はい、回答です。隣り合わない問題ですね。まずはね、男子5人、女子4人の、ね、名前を付けましょうね。で、隣り合わないという問題であれば、女子が隣り合わないのであれば、まずは男子5人を並べる。で、その時に考えやすくするために、ね、四角とか丸とか、ね、そういう配置を使って考えましょう。ね、まずはだから四角を並べておくってことですね。で、その間が両端に、女子4人を入れる場所を考えるんだということでしたよね。はい。そうすると、5の階乗通り、男子5人の並べ方が5の階乗通り。ね、女の子の、入り方ですね。この場合は6個の番号の中から4個の番号を選んで入っていく、ね、並んでいくということになりますから、6P4 通り。したがって答えは43,200通りということになりますよね。こちら、括弧2番ですね。こちらの方も確認しておきましょう。ねまずは5人を並べて、その女子の入る場所、ね、これを考えて女子4人を並べるということですね。そうすると、こういう配置になるんですね。はい、それぞれ四角と丸に入る並び方をカウントしてやれば答えも出てきます。はい、練習問題2番の回答です。こちらの方もね、確認をしておいて、括弧2番の回答ですね。はい、それでは説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。